おはようございます。今回は2泊3日の旅行でポーランドのクラクフに向かいます。はい、クラクフ空港に着きました。電車を使ってクラクフの市内までやってきました。クラクフなんですけど、ポーランドでは第2の都市です。で、一番大きい都市はワルシャワになります。もう冬なので結構暗いですね。外もまだ午後4時半ぐらいなんですけどね、真っ暗です。でこちらの塔の中に入れば、クラクフ市内にオールドタウンっていう、旧市街ですねに入れます。はい、クラクフの旧市街に入りました。結構クロアチアのドゥブロブニクなんか似てますね、雰囲気が。旧市街のちょっとホテルにチェックインするまで時間があったので、近場のクラフトビール屋さんにやってきました。ポーランドって結構意外かもしれないですけど、クラフトビールが有名で、かつイングランドだったり、ドイツとかフランスで飲むよりも全然安く美味しく飲めます。種類も本当に豊富ですよね。この壁一面にこうやってクラフトビールが並んでいって、ここから店員さんと話して選んで、在庫を処理確認してくれるんですよね。なので好きなタイプのビールを伝えればいろいろと教えてくれます。はい、これから、一回ホテルにチェックインして、夜ご飯を予約しているのでレストランの方に向かいたいと思います。旧市街なので、こうやって馬車とかも普通に歩いてますね。歩いてる、通ってるっていうのかな。はい、こちらが、本に予約してるレストランです。この地下にあるみたいですね。ちょっと期待値は上がってます。ミシュランの星を取ってるわけじゃないんですけども、シェフがミシュラン3つ星か2つ星で働いてたシェフらしいですが、独立して始めたお店らしいですね。コースでも選べるんですけど、今回2人でいろいろ試したかったのでアラカルトにしました。これパンとちょっと付け合わせのパテみたいなんですかね。すごい美味しいです。あとこれが本当にびっくりするぐらい美味しかったですね。なんかエビのビスクっていうんですかね。あとこちらはポーランド名物のビーフタルタルと、オニオンスープですね。ビーフタルタルも肉がホロホロっと口の中で溶けて、味付けもすごい美味しかったですね。あとこのオニオンスープもすごいシンプルに見えるんですよね。シンプルなんですけどすごい複雑な味で、2人ですごい感動してました。こちらメインのダック鴨肉と、彼女の方がこちらはサフランライスのリゾットですね。このダックは本当に誇張してないんですけど、本当に人生食べた鴨肉のトップ3か、一番美味しかったかもしれないです。本当人生の中で。いやー、本当お腹満たされましたね。あと奥さんとも話してたんですけど、ミシュランに近いレベルのお店が本当に安くポーランドで食べれるんですよね。ぜひ本当に美味しい料理を安く食べたいのであればポーランドをおすすめします。こちらではウクライナ支援ですかね、募金活動をしてます。と私たちもこの後本当に微々たる金額ですが寄付させていただきました。でこれからはちょっともう一つのクラフトビアバーに向かいたいと思います。こちらですね。この2階にあるみたいです。はい、本日2軒目のビアバーで乾杯です。さっきのお店とまた雰囲気も違って、おしゃれなんですよね。ポーランドのお店、クラフトビール屋さんっていうのもあるんですかね。お腹はもう空いてないんですけど、
メニューもちょっと変わった感じで、ホットドッグとかいろんな、ちょっと面白いメニューがあります。で次は、はしごでワインバーに来ました。ポーランドってそんなにワインはそこまで有名ではないと思うんですけど、やっぱり物価が安いのか、本当にこのチーズの盛り合わせとワインもすごい安くて、はしごにはもってこいですね。こちらがワインバーのハウスワインにしました。ここね、もう少し長く滞在して、それか、もう飛行機でチェックインするんであれば、ワインボトルとか買っていきたいんですけど、今回はチェックインはしないので、ただ見るだけと。でちょっと夜ご飯はポーランド料理というわけではなかったので、どちらかというと創作系の、ちょっとおしゃれな店だったので、ポーランド郷土料理の、ジュレックっていう、ライ麦を発酵させて作った味噌汁みたいなスープと、ピエロギですね。こちらのちょっと餃子みたいなやつです。こっちのピエロギはちょっとドライでちょっといまいちでしたけど、ジュレックは本当に美味しいですね。日本人の方は好きだと思います。でここで帰るのかと思いきやまた最初に入ったビアバーに戻ります。多分店員さんも2人のこと覚えてたんじゃないかな。ありがとうございます。これは季節のビールですね。パンプキンスパイスビールみたいな感じで、冬のビールですね。季節を感じるんですけど、たまに飲むのがいいかなっていう感じです。ちょっと独特の味があります。本当に2人でどれだけ食べて飲むんだと思うかもしれないですけど、なぜかお酒を飲むとまたお腹が小腹が空いてくるんで、最後ホテルの隣にある、こちらのケバブで締めたいと思います。陽気なおじさんありがとう。では皆さんありがとうございました。2日目の以降の動画はまた別日にアップしますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。